はい、こんにちは。小島漁師浜井です。今車運転して病院向かってます。なんでかっていうと、こんな感じで仕込み中ですね、ネギ切ってたら指の先を切ってしまいまして、ぐさっと結構強くいっちゃったんで、指見たらもう断面図が綺麗に切れてて、そこから血がもう止まらない状態ですね。一応タオルでぐるぐる巻いて止血はしてるんですけど、一応指の破片も持って行ってて、その指の破片は多分くっつかないと思うんですよね。もうちっこいから。サイズで言うと刃の半分ぐらいのサイズです。で、痛みなんですけれども、切った時は全然痛くなかったです。あ、取れたって思ったぐらいですから。取れてあーって言ってたんですよ。多分アドレナリンが出たんだろうなって思います。むしろ気持ちよかったです。ただ先っぽなくなっちゃったって結構、焦って、今思うとなんか悲しいですね。あれ、病院どこだっけ。あ、まだだ。指の先が取れたところで死ななくてよかったなっていうのと、困ることもこれから出てくるだろうなっていう。やっぱ指の先って結構こう、漁師だったらね、仕事中使ったりするんで、あ、そうだな、左手の親指結構使うからな。なんとかこれぐらいでよかったです。本当に。逆にもっとこう、第一関節とかから行ってたら結構行っちゃうんで、そんな感じで、病院向かっております。とりあえず病院が終わって経過報告したいんですけれども、多分経過報告するのは、居酒屋の仕事が終わってからかなっていう。自分が仕込みとかあれができなくても、そこに立って指示は出せるんで、急いでやってもらって戻りたいなって思います。現場に。で、6時ぐらいから営業して、だいたい12時ぐらいまで営業したいと思います。そっから打ち合わせして帰って、ちょっと1時ぐらいに取り直せたらいいなと思うので、少々お待ちください。だいぶ痛くなってきましたね。でも赤いとかね、鬼横背の方が正直痛いんで、これぐらい普通に平然な顔で喋れるぐらいの痛さでしかないですね。というわけで、病院行ってからまた連絡します。はい、じゃあ手術が無事終わりました。計4針縫いました。もう蓋みたいになってたんですけど、そこを4針縫って先生がつくかつかないかみたいな、ちょっとわからないよって言われて、つかなくてもだいたい時間が経てば元に戻るそうなんで、それは良かったです。で、とりあえずもう6時半なので、安全運転を意識しつつ、早めに国際戻って、もうね、結構いっぱいらしいんで、早く戻ってちょっとサポートに就きたいなと思います。心配だ。もうずっと居酒屋のこと考えてて、手術中ももうみたいな。でもすごいね、お医者様とか看護師さんもよくしてくれてよかったです。いろいろね、ちょっと話したいことがあって、それはまた居酒屋終わって帰ってから喋りたいと思いますので、皆さんお楽しみに。はい、じゃあ国際到着したんで急いで戻ります。はい、お疲れ様です。というわけで帰ってきて、僕がギリギリ帰れたのが6時半くらいなんですけれども、昨日の時点で満席じゃなかったんですよね、6時半とか。でも居酒屋心配だなと思って帰ってきたら、なんと満席ということで、びっくりと嬉しいが交わったのもあるんですけど、僕こういう腕なんで、とりあえず今回はサポートに回って、来てくれた視聴者さんの方の宅にこう回って、ありがとうございました、ありがとうございましたっていう感じで、やっていきました。で、今回ですね、病院の方でめちゃくちゃちょっといろいろありまして、病院に行きましてですね、先生がこの指の傷口を押さえろって言うんですよ。この先生正気かと思って、で、押さえたら案の定痛いじゃないですか。それはだって切って剥き出しになってるんですかね。ここが剥き出しになってて、こう指で押さえろって言うんです。こうやって、ブーって。あまりに痛すぎて、看護師さんに、すいません、我慢できそうにないですけど、って言ったら、一度話したらまたゼロになるんで、って言われて、いや、それ話すわけねえじゃん、と思って、で、そんな感じでやってまして、で、5分押さえて話しますってピーって話したらまだ血が出て、また押さえてくださいって、はぁと思って、まだ5分じゃねえのかよと思って、そっから15分ぐらい抑えましてですね。で、結局話したらまた血が出るということで、その時にはもう痛みは慣れてたんですけれども、次は焼くということで、麻酔を上と下の2つに打って、ちょっと痛かって、そっから先生が茶色いうんこみたいな液体をぬるぬるって4回ぐらいの袋から出して、一度じゃダメなんかなと思って、でも先生もすごい人で、看護師さんもすごい人だったんですけど、で、めっちゃ塗ってて、袋をベアってかぶせられて、ほんで、手術しますって言って、僕こうやって横に寝てたんですよね。僕先生にもうどうしても我慢できなくて、見ていいですか気になるんで、ってこうやって見たら、ここにもうほんま円で、皮剥げてるんですよ。身が出てて、そこに多分プラスマイナスなんでしょうね。こういうピンセットみたいなのをこうピッて当てて、ジュッジュッって燃えて、麻酔してるのに痛くないんですよ。もうジュッ
ジュって焦げてる。で絞って血が出たとこにジュッジュッジュッってやって、でそこが血が止まるんですよ。それめっちゃ面白いなと思って、で次にじゃあ縫いましょうかみたいになって、どうせ生えてくるけどバンドエイドみたいな役割を果たすんで、皮をそこにかぶせて、で先生が縫いましょうかっていうことでやって、で縫い出すんですけど、なんか先生がこう途中で方向分からなくなってきて、どっちがどっちだみたいな。でこっちが爪かっていうことで、めっちゃちっこいんで、ほんで上こっちが爪だっつって合わせて、なんかベーベーベーみたいな。僕が聞いたんですよ。これ滑りやすい糸ですかって。じゃあ先生がこれ滑りやすい糸ですみたいな。じゃあなんかそういうくくり方があるんですねって言ったら、なんか先生がじゃあこれ滑らないくくり方を教えますみたいな、すげえドヤ顔して、こうペッペッペッこうして引っ張ったらいいんすよみたいな。で先生にも本当は感謝してて、治らないかもしれないですけど、4針縫ってなんとかカバーができたんで、これでどうにかなるんだろうなっていう感じで、とりあえず明日外してなんか洗ってほしいらしいです。で明後日病院行ってまた抗生物質とかなんかするらしいですね。また事後報告しますんで、とりあえず今日はバイトさんの方の寮に泊まっております。飲んで動けないんで、ありがとうございます。乾杯。はい、というわけであれからね1週間ちょい経ちました。で指なんですけれども、病院の予約入ってたんですけど、ちょっとこっちが忙しくて行けなかったのと、なんやかんや作業しないといけなくて4針縫ってたんですけど、1針の糸がもう抜けちゃって、明後日ぐらいに病院行けたらいいかなって思います。でもう一個ね、そういえば面白い話があって、僕が指の肉片なくなった時に、その肉片どこだ入れてくれたんですよ、手袋に。そのもう一人見てた人が。で肉片どこだ病院行かねえと思って病院行こうと思ったら肉片がないんですよね。バイトの子たちが僕の肉片探しにこう走り回って、どこだってなってて、出てきたのがゴミ箱でした。そんな面白くないですね。僕はそのゴミ箱にあった肉片を持って行って病院に行ったっていう感じです。とりあえず最近お客様も増えてまして、なかなか楽しい居酒屋ができてます。そんな感じです。それじゃあ皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。